私たち人間に多くの癒しと笑顔を与えてくれるペットたち。犬や猫などの愛らしいペットの姿を SNS でシェアする飼い主さんは大勢います。しかし中には珍しいペットを飼育している人も少なくありません。そこで今回はペットとして飼われている狼の2つの話をお伝えします。ロシアには野生の狼が生息しています。そしてまた野生の狼をペットとして都会で飼育している人も存在するのです。ある狼のメスは人間に飼われていましたが、飼いきれないという理由で施設に引き取られました。そのメスが子供を出産しましたが、ストレスからか育児放棄してしまったのです。施設で生まれ人間に育てられた狼の赤ちゃんが野生で生き残ることは不可能です。そこである女性は狼の赤ちゃんを引き取ることを決意しました。狼は犬と似ていますが野生味が強いです。きちんとしつけて飼育していくことは容易ではなかったようですが、現在その狼は見事に人間との環境の中で社会性を身につけ、完全に家族の一員となりました。狼のキラは兄弟と共に生後3日目で母親から育児放棄されました。キラの母親はある一家に飼われていましたが、これ以上世話ができないという理由から動物保護施設に持ち込まれました。妊娠していたキラの母親は家族に捨てられてから人間を信用しなくなってしまったそうで、ストレスからか施設でキラと数匹の赤ちゃんを産んでも育児放棄してしまったといいます。そのためキラや兄弟たちは生まれてわずか3日目から施設の人間の手でミルクを与えられ育てられました。もしこのまま野生に放したとしても、狩ることを学んでいないキラたちは到底生き延びることなどできないでしょう。そんなキラのことを知った有田さんは、キラを飼ってきちんと育てることを決意します。施設側の許可を得て、キラが生後28日目の時に自宅へと連れて帰りました。有田さんは犬とは違い、本来野生の獣である狼をしつけていくことは決して容易ではないことを知っていました。そこで多くの情報を集め、狼の飼い方や習性を学びました。狼は見慣れていないものや新しいものに恐怖を抱くという先天的な恐怖症を持っています。そのためキラが人間と一緒に都会の環境で快適に暮らすために必要なことを学ばせることが重要でした。キラはとても聡明ですが頑固でした。決断を下すときには私のことは無視して自分を中心に考える習性がありました。そんなキラに私は一から社会性を身につけさせるよう訓練しました。多くの犬や人、子供と対面させ、様々な匂いを学ばせ、新しい音を聞き分けることができるよういろんな場所に連れて行きました。この訓練は非常に長く、時に退屈でとても困難なものでしたが、キラの成長とともにしつけは実を結んでいきましたと有田さんは話しています。現在1歳になったキラは有田さんの深い愛情と根気強いしつけによりペットとして適応できるようになったそうです。子供に遭遇してもとても注意深く対応し、もし子供が怖がるようなら決して近づこうとはしないのだそうです。ぐんぐん大きくなっていくキラと一緒に歩いていると、やはりその姿が目立つのか、多くの人から声をかけられるそうです。一緒に写真を撮らせてほしいと頼まれることはしょっちゅうです。また、狼と暮らすのは危険じゃないのかという質問もよく受けます。私には7歳の息子がいますが、特に家に小さな子供がいると聞くと心配するのは当然のことでしょう、と有田さん。しかし、キラはとてもフレンドリーで、出会った人は恐怖心を抱くことはめったになく、普通に接してくれるのだそうです。ところが、ネット上では野生の捕食動物を飼うなんて愚かだ
という批判の声が多数有田さんに寄せられているといいます。狼と一緒に暮らしている有田さん家族は、狼に対する人々の固定観念を打ち破っているようです。狼をペットとして飼うことは決して容易なことではありませんが、だからこそ有田さんはよく調べて飼育を決意していたといいます。母親に育児放棄された狼のキラ。もし有田さんに引き取られなかったら、生き延びることができなかったかもしれません。こうして厳しい訓練を受け、家族の愛情と根気強いしつけのおかげもあって、キラは有田さん家族のもとで幸せに暮らしています。これからもたくさんの愛情を注がれながら、幸せな毎日を過ごしてほしいですね。また、あるロシア人男性は狩りに誘われた日、狼の子供に出会いました。助けを求めるかのように近づいてきたという狼の子供を家に連れて帰り、育てることにしました。狼の子はグレイと名付けられました。男性はグレイを深く愛していました。これまで住んでいたロシア南東部のアストラハンにある家を出なくてはならなくなった時も、大人になったグレイを連れて大都会ボルゴグラードのアパートに一緒に引っ越しました。イヴァンさんとその娘はグレイと名付けた狼と同じ屋根の下に住んで数年になります。もちろんこれまで何も問題がなかったわけではありません。狼を恐れる住人や近所の人から苦情を言われることもありましたが、イヴァンさんたちは何とか対処してきました。イヴァンさんにとって愛するグレイのいない生活など想像もできないからです。現在、ボルゴグラードの9階建てアパートの1階にあるワンルームの部屋で暮らすイヴァンさんと娘、そして大人になった狼のグレイ。イヴァンさんがグレイと出会ったのは数年前のこと。ハンターグループに当時住んでいたアストラハンでの狩りに招待されて同行した時のことでした。ハンターたちは猟犬の後を追って森の奥深くへどんどん入っていってしまい、イヴァンさんは一人取り残されてしまいました。その時、イヴァンさんの前に2匹の可愛らしい狼の子供が茂みの中から現れました。イヴァンさんはどうしていいか分からずに、ただその場に立ちすくんでしまったといいます。すると1匹が彼の方へ近づいてきました。イヴァンさんがしゃがんで迎えると、その子は彼の手を舐め始めました。イヴァンさんは動物と触れ合うのに慣れていたので、2匹が助けを求めているのがすぐに分かりました。イヴァンさんは2匹を自宅へ連れて帰りましたが、自分のアパートで両方とも飼うわけにはいきませんでした。そこで地方に住む友人に1匹を譲り、彼の手を舐めた子をイヴァンさんが引き取りました。その子がグレイです。残念なことに、もらわれていったグレイの兄弟は人間に飼われる生活に適応することができなかったようです。鶏を盗んだり、家畜を脅かしたりして、堪忍袋の緒が切れた飼い主はついに手放したそうです。グレイの兄弟がその後どうなったのか、イヴァンさんは友人から何も教えてもらえなかったとのことです。一方、イヴァンさんに引き取られたグレイは人間との生活に特に支障をきたすことはありませんでした。イヴァンさんとグレイは同じベッドで寝て、街中に散歩に行き、すべては順調でした。イヴァンさんは2匹の犬を飼っていますが、グレイは彼らとも仲良くすることができました。グレイが犬たちと対面した日のことをイヴァンさんは鮮明に覚えているそうです。グレイは犬たちを見つけると、イヴァンさんの方を見て全てを理解したといいます。グレイは賢く従順だ。私に忠誠を尽くしている。犬とうまくやっていくことが幸せにつながると思ったようだ。以来ずっと3匹は仲良くやっているとイヴァンさんは話しています。人間に関してはグレイはイヴァンさん以外の男性が周りにいるのは嫌いなようですが、
女性や子供にはとても穏やかに接するのだとか。ところがその後、イヴァンさんはボルゴグラードに仕事を終えて、狭いワンルームのアパートに引っ越さなければならなくなりました。イヴァンさんと娘だけでも狭い部屋なのに、ましてや大人の狼が一緒なのです。さらに犬が2匹います。しかし、イヴァンさんにグレイを置いていくという選択肢はなかったようです。グレイが暮らしやすくするために、イヴァンさんは1階のバルコニーに鉄格子で囲いを作りました。ここなら新鮮な空気が吸えるし、外の様子を見ることもできます。それでも理想的な状態ではありませんでした。本物の狼が街を歩いていることに難色を示す隣人もいましたが、少なくともイヴァンさんたちは一緒にいられたのです。イヴァンさんはグレイを散歩させるのですが、ほとんどの犬はそばに近づくと警戒しました。ところがグレイはおとなしく、犬を威嚇するようなことはありませんでした。狼に悪感情を持つ隣人が役所に苦情を持ち込み、警察がグレイのことで何度も何度もイヴァンさんのもとへやってきましたが、イヴァンさんはグレイを手放すのは断固として拒否しているそうです。イヴァンさんは動物行動学の専門家やドッグハンドラーにグレイのことを研究してもらうよう頼み、彼が人間社会に驚くほどうまく適応していることを訴えましたが、これまでのところグレイを研究しようとする者は誰もいないそうです。頼みの綱は、最近教育大学を辞めたイヴァンさんの娘が獣医大学で犬の研究に取り組んでいることだそうです。動物行動学の専門家は、たとえ子供の頃から育てているとしても、やはりその行動は予測がつかないため、狼をペットとして飼うのはやめるように言っているそうです。犬と違って狼は1万年も野生として生きてきたので、幼い頃から人間に飼われていても、その捕食性や縄張り意識の本能の方が勝る可能性があるそうです。しかし動物にも個体差というものがあります。イヴァンさんの言葉を信じるなら、グレイは例外中の例外なのかもしれません。これからも幸せな日々を送ってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。